こんにちは、さきかです。今日はノーマットスカルプトのハウトゥー動画ということで、僕がやってる髪の毛のモールドの作り方を解説します。こういう感じの髪の毛を作る方法ですね。まず使う機能についてですが、もちろんチューブです。チューブ一つが髪一束というイメージです。チューブはプロファイルという機能があって、ここを押すとチューブの形状をいろいろといじることができます。これがチューブの断面ですね。これをいじるとチューブの形状が変わるんで、この機能を使って髪の毛の大まかな形を作ってます。髪の毛はこの束が集まってるというイメージなんで、一つの束の作り方さえ分かれば、あとはそれを増やしていけば形になるはずです。さあ、実際にこの髪の毛の形状に対してモールドをつけていくわけですが、僕は基本的に3種類の方法を使ってます。一つはモールドを彫る。これはもう皆さん試されてると思いますが、実際に粘土みたいにモールドを彫っていく感じです。まず検証で形を確定します。ブラシは新しく追加するのもいいですが、今回は簡単にやるために既存のブラシを使います。クリースでやると変なんでちょっといじります。まずクリースをクローンしてもらって、名前は適当につけてください。そうしたら上のメニューのフォールアウトを選びます。プリセットからこういう形を選んでもいいですし、 B スプライン曲線でこういう形を作ってもいいです。この辺は好みですね。それができたら左から2つ目の設定を開いて、ピンチの強度とオフセット係数を調整します。これも好みですが、まあ僕はどちらの数値も低めぐらいでやるのが好きですね。特にオフセット係数は少し上げるだけで高くなりすぎちゃいますから。あと筆圧も少しいじります。線の最初と終わりは多少ぼかされていた方が自然ですからね。これで彫ってみるとこんな感じになります。フォールアウトの形状や設定をいじってあげれば結構いろんなモールドが彫れるんで、好きな感じのブラシを探してみてください。いい感じのブラシができたら、ブラシの保存はしておかないと消えちゃうので注意です。2つ目がプロファイルでモールドを作る方法です。プロファイルで形状をいじれるというのは最初にお話ししましたが、これでサクッとモールドを作ります。だいたいこんな感じかな。こういう形状にするとチューブがこうなるので、これをいい感じに巻けたりすれば OK です。あとプロファイルは上のバーのアイコン、もしくはプロファイルメニューの右上のアイコンで形をいじる場所を指定できます。3段階目にすれば根元はがっつりモールドありで、毛先はモールド少なめなんかもできますし、4段階目は点一個一個の場所で形を指定できます。ただこの作業になるとこの画面でやるのって結構しんどいんで、そういう時はこの下のビューポートに表示を押してあげると、こういう感じで画面上でいじれるので、より直感的にモールドを作れると思います。部分的にモールドを調整してあげればこんな感じになりますね。この方法だとチューブは検証していないので調整もしやすいです。3つ目は複数のチューブでモールドを作る方法です。2つ目の方法の派生という感じですかね。まず基本となる毛束を用意します。もしスナップがついていたら変な動きをするのでオフにしてください。プロファイルは4段階目の全ポイントで指定できるやつの方が自由度が高いのでおすすめですね。使いづらかったら2か3に落としてください。あと先ほど説明したビューポートに表示はオンにしておきます。そうしたらまずクローンを押してください。今同じ形状のチューブが重なっている状態になります。一つがベース用、もう一つがモールド用というイメージです。そのまま一つのチューブを選択します。モールドをつけたいところの点を触るとプロファイルの操作が出てきますよね。これをこんな感じでいじってみてください。そうするとこういう形状になるんです。色をつけてみると分かりやすいんですが、こんな感じですね。ベースの1本を基準としてクローンしたもう1本でモールドをつけています。結構自由にいじれて、例えばこの辺をこういう感じにしてみたりもできますし、出てほしくないところは縮めたりしてベースに隠すこともできます。
もちろんベース自体を少し変更したりしても OK ですし、さらにクローンで追加してモールドを増やすのもおすすめです。この方法だとこんな感じで毛先も増やせるので、結構自由にモールドを作れると思います。問題点として後から直すのが少しめんどくさいというのはありますね。複数のチューブで作っているので全部移動しないとですから。ある程度やったら検証してさらにモールドを追加で彫っていくとよりいい感じの紙になるかと思います。さあどうでしたでしょうか。あとはこういう毛の束をたくさん作れば髪の毛はできるはずです。今回紹介した方法は動画投稿時点での僕がやってる方法なんで、よりいい方法を見つけたらアップデートしていこうと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。評判良かったらまたこんな感じの動画作ります。ではまた。